I'm a pronunciation coach at Lemon School. こんにちは、レモンスクールです。僕の自己紹介はこちらになります。今日はですね、この2つの発音記号、この2つ一体何が違うんだと思ってる方も多いと思うので、その話をします。実は発音記号にもそれぞれ名前があってですね、で、この E の逆は英語では schwa、V の逆は carrot と言います。人参の carrot と同じ発音です。日本語だと手話、キャレットなんて言ったりします。まず結論から言うと、ネイティブスピーカーにとってこの2つは同じなんです。どちらもフォニックスで言うショート U です。ネイティブでも音声学を知らない人は、発音記号なんて見たことがないので、なんで同じ音に違う記号を使うんだっていうような感じだと思います。それでカナダ人の英語ネイティブの音声学者にこの2つを発音し分けてほしいっていう風にお願いしたことがあるんですよね。そしたら単独だと難しいって言われたんです。つまりネイティブの音声学者でも簡単に区別できないんです。だから私たちみたいなノンネイティブが区別する必要はないんですよ。どっちもです。全く同じと考えてください。これで皆さんの発音記号の悩みが一つ消えたんじゃないかと思います。まあでもそれだけじゃね、面白くないので、もう少し詳しくお話ししたいと思います。まず日本語のとの違いなんですけど、実を言うと日本語ので通じるんです。だからでいいんです。だけど、もっと確実に通じるようにするために、もうちょっと細かく言うと、日本語のははっきり言うと、みたいに、ちょっと横に開きますよね。って口角が若干横に広がるんです。って。だけど、英語の手話とかケレットは、って全く横に開かない。口角が全く動かないんですよ。で、縦にもあんまり開かない。それが注意です。っていう感じで。じゃなくて、っていう感じ。これが注意です。まあ、日本語のも普通の速さで喋ってるときは、そんなに口を大きく開けてる時間はないので、まあ実際はね、そんなに横も縦も開いてないので、英語のね、このみたいになってるので、まあそんなに気にしなくていいかもしれません。あともう一つ、日本語の母音はっていうように超短くてプツって切れるけど、英語の母音はっていうように気持ち長いです。それが分かったところで、じゃあなんで同じ音なのに違う記号を使うのかというと、いわゆるアクセントがあるところ、正確にはストレスって言った方がいいんですけど、このストレスが何かっていう話はまた別な機会にしたいと思います。で、簡単に言うとこのストレスがあるとき、例えば up とか hunter とかは V の逆、キャレットを使います。逆にストレスがないときは、私はこれを軽音って呼んでますけど、例えば最近よく聞くサステナブルとか持続可能なとかずっと続けていけるっていう意味の sustainable。これはこの te にストレスがあります。日本語だと sustainable 手ですけど、英語では手じゃなくて te ですね。で、この2つのストレスがない軽音の母音が E の逆、手話なんです。まあ今日はね、ちょっとこのちっちゃいのは無視しましょう。じゃあなんでわざわざ記号を変えるのかというと、理由の一つは、ストレスがあるところはちょっと長く、ストレスがないところはちょっと短く発音されるから、本人は同じように発音してるつもりでも、勝手に本人が気づいてないけどちょっと音が変わってしまうということもあるので、記号を変えるようにしているということです。簡単に言うとそういうことです。本人は同じ音を発音してるつもりだけど、実際には音がちょっと変わってる場合もあるから、違う記号を使うということです。でも、この違いが聞き取れなくても、英語のリスニングで意味を聞き取るときに全く問題はないので、むしろ聞き取れないくらいの方がいいです。それでさっきネイティブの音声学者にお願いしても、この2つの区別ができないって言いましたよね。で、もちろん彼は音声学者だからこのルールは知ってるわけです。だから単独だと区別するのは難しいけど、単語みたいにしてストレスがあるところとないところを作れば、自然に違う発音になるから発音できるっていう風に言ってました。じゃあ、ストレスがないところ、軽音は全部同じ音になるかというと、実はそう単純でもないんです。まず単語の最後の手話、例えば data の最後のこれなんかはキャレットと同じと考えていいでしょう。さっきのカナダ人の音声学者の話だと、先ほどお話しした点に注意すれば、日本語のでいいっていう風に言ってました。ところが、単語の最後じゃない場合、例えば、この天才っていう意味のこれとか、あと人参とか、あとテニスのウィンブルドンとか、
ですね。これをちょっと英英辞典の音声で聞いてみましょう。Genius, genius, carrot, carrot. Wimbledon, Wimbledon, こういう風に日本人の耳には絵のように聞こえますよね。Genius, genius, carrot, carrot. Wimbledon, Wimbledon, で、実は私がカナダの大学で音声学の授業を受けてた時に、この手話の部分を単独で聞いたら、カナダ人の学生が、この A、つまりフォニックスでいうショート E に聞こえるって言ってたんです。だから日本人の耳だけじゃなくて、ネイティブの耳にもなんか絵みたいに聞こえるようですね。人間はやっぱり同じなんですね。で、あと、例えばこの単語、バスケのピボット。これを聞いてみましょう。pivot, pivot, この二つ同じ母音に聞こえませんか？ pivot, pivot, あとこのフレンズっていうドラマの、ここも聞いてみましょう。Here we go. Pivot. 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 この二つ同じ母音に聞こえませんか？ Pivot. 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 単語の中にこの手話 E の逆が入ってるときは、この大文字の I を小さくした記号、このフォニックスのショート I ですね。これと手話は結構どっちでも良かったりするんですよ。で、ネイティブの発音の先生に聞いても、ストレスがない軽音だったら、この二つどっちでもいいって言うんですよ。ストレスがないとこだと違いを聞き取るのも難しいし、で、この二つを逆に言ったからといって指摘されることはないって言ってました。ただ単語の最後じゃなくてもキャレットになることもあります。またフレンズを見てみましょう。ちょっと古いドラマですけどね。I have such a problem. で、この I は二重母音で、pra の R は長い母音ですけど、他は全部辞書だと手話かキャレットですね。この最後の lam なんかは辞書では軽音だけど、ちょっと感情を込めてはっきり言ってるので、キャレットと同じですよね。R。で、この3つも such にストレスが少しあるから少しはっきり言ってるだけで、全部一緒ですよね。ちょっと早いし聞いても違うかどうかわからないと思います。I have such a problem. I have such a problem. こういうことなんですよ。両方とも一緒なんです。つまり結論。この記号とこの記号、手話とキャレット、ネイティブにとっては同じです。あとストレスのない軽音で単語の最後じゃなかったら、この記号とこの記号は一緒でいいことが多いです。みたいな感じです。ということです。最後にちょっとマニアックな話をするので、音声学とか音韻論をやってる人以外はここはさらっと聞き流してもらっても構いません。でももしかしたら音声学をやってる人は、同じ音素なのに違う音素記号にしてるのはおかしいじゃないかって思うかもしれません。実を言うと僕も全く同じ意見なんですけど、違う考え方もあるわけです。実は、英語ではストレスのある音節、私は10音って呼んでますけど、10音では一般米語だと13母音全部を区別して、で、ストレスのない軽音だと、すごく大雑把に言うと、語中では母音を区別しないで母音音素が一つしかないっていう考え方ができるわけです。つまり10音と軽音って2つの違う母音音素目録を作るっていう、こういう二段構造の考え方っていうのがあるんですよね。それで、この手話は軽音の音素目録だけに使われる音素で、そういう音素があってもいいんじゃないかっていう考え方があるんです。そういうのもあって、英和辞典だと書き方としては、手話とキャレットは同じ音素のイオンっていう扱いじゃなくて、こういう風に音素記号のスラッシュを使って手話も音素扱いしてるわけです。これが正しいかどうかは別として、こういう考え方もできるということです。ここはね、ちょっとマニアックなんで、わからなくても全然大丈夫です。とにかく大事なのは、ネイティブにとってこの2つは同じ音だということです。この動画がちょっとでも役に立ったと思ったら、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。